はい、セリカさんです。今回はリアルグレードニューガンダムクリアカラーにクリアカラー仕様のヘビーウェポンシステムを装備させていきます。ガンダムベースではこのニューガンダムの他にヘビーウェポンシステムが同梱されているニューガンダムも販売されていて、今回はそのパーツを使います。制作途中ではプラモ用コンパウンドと自動車用コンパウンドの比較実験や水星ホビーカラーのスーパーファインシルバーでパーツの裏側塗装もしていきます。それでは早速やっていきましょう。塗装や実験をする前に仮組みをしていきます。このニューガンダムは主にホワイト、ブラック、レッドのパーツがクリア仕様となっています。パーツの一部はアンダーゲートとなっているため、クリアパーツでもゲート跡が目立ちにくいようになっているのは素組み派の人には嬉しい点ですね。RG なので内部フレームには細かいモールドが入っていて、そこにパーツを取り付けていきます。パーツを取り付けたら内部フレームのモールドなんて見えなくなるのに、ここまで作り込んでくれるのはバンダイさんの熱意が伝わってきます。このニューガンダムは元々のカラーをそのままクリア仕様にしたような見た目となっています。RG なので比較的ダボ穴も少なく、目立つダボ穴はシールドフィンファンネル、腰裏側のパーツぐらいです。ホワイトのパーツは濃いホワイトと透明に近いホワイトの2種類で色分けされていて、情報量が多くなるようになっています。ここでオープニングで軽く説明したヘビーウェポンシステムが同梱されているニューガンダムと比較してみましょう。こちらのニューガンダムはホワイトの部分が完全に透明のパーツで構成されています。透明なことによって内部フレームがもろに見えるようになっているので、内部フレームが好きな人にはたまらない商品となっています。自分は蛍光塗料で塗装してグリーンで光るようにしました。こちらの動画もあるので、興味がある方は概要欄からご視聴お願いします。ついでなので透明なニューガンダムにヘビーウェポンシステムを装備するとどんな見た目になるのか確認してみましょう。取り付け方はもともとあったパーツを少し外してそこに上から取り付けていくだけなので簡単です。RG はプラモが小さいので不器用な人だと少し作業がやりにくいかもしれません。取り付けるとこのような見た目になります。ヘビーウェポンシステムは色のついたクリアパーツで構成されています。悪い解釈をすれば本体の透明具合と合ってないとも見れるし、いい解釈をすれば追加装備の強調とそれに伴う情報量の向上といったところでしょうか。自分は内部フレームを塗装したこともあってヘビーウェポンシステムは装備しないで飾っていました。ただ放置するにはもったいないので今回のニューガンダムに装備させようと思いました。ここからはコンパウンドを使ってパーツを磨いた時にどんな違いが出るのか実験していきます。コンパウンドはプラモデル用と自動車ボディ用とヘッドライト用のものを使用します。コンパウンドの使い方ですが、布に粗めのコンパウンドを取り出してパーツを磨くだけです。磨いているとコンパウンドがなくなってくるので 2,3 回同じように磨いたらそれで終わりです。その後は一度水で掃除しますが、モールドなどに入り込んでいることもあるので、柔らかめの歯ブラシで優しくこすると取り除けます。あとは再目仕上げ目の順番で同じ作業をするだけです。次に自動車ボディ用ですが、これも基本はタミヤと同じ使い方です。粗め、細め、極細と分かれていて、粗めから順番に使っていきます。使った感想ですが、自動車用だからか粒子が大きい感じがしました。特に粗めがパーツを磨いているとシャリシャリ音がしたので傷だらけになりそうな不安がありました。細めと極細はタミヤのものと同じような感触で使えたので、この2つは安心して使えました。最後にヘッドライト用ですが、コンパウンド自体はこの容器だけしか入っていませんでした。磨く用の布は付属しているので、これに中身を出してパーツを磨いていきます。粗め細めなどに分かれていないため、これだけで磨き作業は完了します。磨き終わったら付属のティッシュみたいなのでコンパウンドを拭き取りますが、やっぱりモールドに入り込むので水で掃除した方がいいです。ここからは結果を見ていきましょう。一番目を引くのがタミヤのコンパウンドとボディ用コンパウンドで、両方とも鏡面のような光沢感がある見た目となっています。撮影用 LED ライトが反射しているのがよくわかりますね。普通に見る分には大きな違いはないのですが、ボディ用が若干曇ってるかなぐらいでほとんど見分けがつかないです。ヘッドライト用は何もしてないパーツとほぼ同じような見た目となっています。なんなら中途半端にやったせいで少し汚くなった感じまであります。今回は安いヘッドライト用のコンパウンドを使ったので、もっと高いものを使えば綺麗になるかもしれないです。今回は実験なので自動車ボディ用コンパウンドで全部のクリアパーツを磨いていきました。パーツを塗装していきますが、塗料は水星ホビーカラーのスーパーファインシルバーを使います。こちらは今年の新商品でどんな感じなのか興味があったので使ってみました。水星ホビーカラーのシルバーと比較するとメタリック粒子の大きさが少し違うのか、スーパーファインシルバーの方が落ち着いた見た目となっています。どちらがいいというわけでなく、目的に合わせて使い分けると良さそうですね。
大きなパーツはエアブラシを使って小さなパーツは筆で塗装していきます。水性塗料を初めてエアブラシで塗装したのですが、塗料が弾かれるような感じでラッカー塗料とは全然違いました。何回も薄く塗装して乾燥させてを繰り返して徐々に発色を良くしていくようなやり方に自然となりました。このパーツは6回ほど重ね塗りをしています。ラッカー塗料とは違った色の付き方だったので作業していて楽しかったです。小さいパーツは筆で瓶から直接塗料を取って塗りました。エアブラシだと細かいところに塗料が入りにくいので小さいパーツは筆でやった方が作業しやすかったです。筆の洗浄方法はキッチン用マジックリンで筆を洗ってから最後に水をつけてきれいにしていきます。マジックリンに筆を入れるとどんな悪影響があるのかわからないのでなるべく安い筆を使っています。塗装が終わったら塗料がはみ出た部分をきれいにしていきます。やり方は綿棒にキッチン用マジックリンを含ませてこするだけです。簡単に塗料が取れる分すぐに綿棒が汚れるので汚れたらすぐに新しい綿棒に交換した方がきれいにできます。こんな感じでクリアパーツの裏側を塗装していきました。内部フレームなど普通のパーツも塗装しました。内部フレームはガンメタルをエアブラシで塗装しましたが分解するのが面倒だったのである程度組んだ状態で作業しました。似たような色だったのでサフとかやらずにそのまま塗装しています。塗装後を比べてみるとガンメタルの方が重厚感が出ているので内部フレームはガンメタルで塗装するのが好きです。イエローのパーツは大きいものがなかったので4アーティストマーカーのゴールドで塗装しました。ペン型の塗装道具はこういった小さいパーツを塗るのに本当に便利ですね。このマーカーはメッキ塗装みたいになるので小さいパーツなどをメッキのようにしたいときはおすすめです。リアルスティックデカールが付属しているのでピンセットで貼っていきます。シールなのでパーツから浮いている感じはしますが遠目から見ればそこまで違いはないので便利です。水転写式デカールの方が見た目をよくできますが個人的には楽に作業できるシールも好きです。デカールを貼り終えたら最後に組み立てて完成です。内部フレームを塗装すると組み付け部分が硬くなるのが難点ですね。マスキングすればいいだけなのですが面倒なのでいつもそのままやっています。それでは完成品を見てみましょう。素組みと完成品を比較してみます。 RG は素組みの時点でも十分かっこいいので裏側塗装をすることで雰囲気を変化させたといった具合になりました。コンパウンドをしたことで光沢感が増して裏側塗装との相乗効果が出ている感じがします。ニューガンダムが2体あるのでどうせだったらダブルフィンファンネルにしてみます。やり方は簡単でフィンファンネルの並びを逆転させるだけです。最初は専用のフィンファンネルが必要かと思いましたが普通に左右逆の状態で連結できました。反対側に取り付ける部分は最初から入っていたのでそれに組み付けて完成です。左右にフィンファンネルがあるだけでかなり迫力が増します。今回は別物を使用しているので左右で見た目が違いますがそれが後付けでファンネルを取り付けたような感じがしますね。ファンネルを展開した状態で固定する台座があればよかったのですが今回はないのでいつか買っていっぱい展開させたいです。次にヘビーウェポンシステムを取り付けていきます。このニューガンダムはヘビーウェポンシステムのパーツを取り付けた状態で飾るのでこれで当初の目的が達成されます。ずっと箱の中で保管していたので出してあげることができてよかったです。どうせなので全部乗せにしてみました。ここまで来るとポージングさせるのもなかなか難しかったです。特にハイメガシールドが後ろのファンネルに干渉するので全然腕が上がらなかったです。こんなでかいシールドを持ち上げても腕が垂れてこないのでこの装備ありきの保持力なんでしょうね。個人的にはハイパーメガライフルがお気に入りです。こういう大きめのライフルはなんか強そうって見た目がロマンが感じられて好きです。まだ終わらんよ。ここからはメッキパーツにコンパウンドをするとどうなるのかという実験というか注意喚起的なことをしていきます。というのもコンパウンドでパーツが綺麗になるならメッキパーツにやればもっと綺麗になるんじゃないかって勘違いする人がいるかもしれないのでそれは危険だぞってことを伝えるためにやります。コンパウンドの粗めからやっていきます。コンパウンドはいつものタミヤのものを使います。先に結論を言いますがメッキが剥げるのでやらない方がいいです。一見普通に磨けてるように見えますがこのように布の方にメッキが剥げてついちゃってます。これは再目仕上げ目でやっても同じ結果になります。
パーツを見ても塗装が剥げているのでメッキパーツにはやらない方がいいです。コンパウンドも結局ヤスリで削ってるようなものなので塗装面にやるとこのようなことになります。クリアで保護した後にコンパウンドをするとかもありますが、とりあえずメッキパーツのようなものにはやらない方が無難です。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。